おはようございます。たかしです。本日は8月25日木曜日、ただいま8時55分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは長い下髭の陰線となってます。ただここのところそうですが上にも下にも行くというところで昨日も一旦下落はしたんですが最終的には上昇して行ってこいになってるんですね。単純に乱高下を繰り返しているということで分かりにくい相場になってます。短期足で下がったところを買う、上がったところを売るっていうのはいいんですけれども、1時間とか4時間足単位で方向性が出ませんので、トレードが非常にしにくいなというのが個人的な感想です。ただ、短期足5分足とか15分足とかでトレードする場合は、非常にやりやすいという人もいるのかもしれませんが、これはトレードスタイルによるものですので、僕は結構長めの足で見るんですね。なので、今の相場っていうのは非常にやりにくいなと思ってます。日足としては今方向感はありませんが、今のところ上髭もかなり出てますし、そして下髭もかなり出てる。ここでの三角持ち合いなのかというところですね。ただ高値は GMMA で抑えられてますので、上昇したところはやはり上値が重くなるとは考えますが、下値も硬いですので、今はどちらに動くのかなと。もしここが三角持ち合いであるならば、そろそろ先端付近に来てますので、煮詰まってきそうな雰囲気ですね。インジケーターはよくわからない、方向感がない感じです。ですので現在は上がったら売る、下がったら買うっていうのを繰り返す、そんな相場ですね。どちらに行くかっていうのはちょっとわかりにくいんですが、今のところはまだこの GMMA が下向いてきて少し開きかけてきてるので、一度大きめの下落が来るんじゃないのかなとは見ております。で、週末の動画でもお話ししてますが、一旦はこの赤のライン、ここが週足のトレンドラインになるんですが、この辺付近にタッチしに来るんじゃないのかなと見てますので、まずはそこまでの下落を見ておきたいなとは考えてます。では4時間足です。4時間足も GMMA は今下向いてます。そしてここのところこの GMMA に抑えられて下落しているようにも見えます。ただこの切り上げラインですね。この赤いラインもありますので、今は下がってもまた下ですぐに買い支えが行われる。そんな感じですね。ただ大きく見るとここはアセンディングトライアングルのようにも見えてきます。ここ上値は一応三角持ち合いかもしれませんけれども、一応この水平ラインを引いてまして、あと切り上げラインですね。この中で挟まれたところですので、ただここからこの上限163円のミドルぐらい、ここを目指して上昇するのは難しいかなと思ってます。今のところ4時間足の GMMA は下向いてますので、もしここを上抜けて4時間足の GMMA にサポートされて上昇するなら、この辺164円を目指して上昇する可能性があるんですが、現在のところはじりじりと下げてきてますし、今は目立った材料もありませんので、あまり大きく動くっていうのはちょっと想定できないなとは考えてます。ただ今はここはやはり安値圏、今ここヒゲでダブルボトムのようになってますよね。これ1時間足ではダブルボトムになってるんですが、そこからの上昇になれるのかどうかというところですね。4時間足もインジケーターはよくわかりませんので、今は方向感がない。ただやはり日足と同じように GMMA が下向いてますので、それに沿ってトレードしていくのがいいのかなとは考えてます。で、現在はここの白のゾーンの下の方、ここですね。この過去のレジサポゾーンなんですが、その辺付近で上げ渋っているようにも見えますので、ここでのダブルトップが完成できないのであれば、ここからもう一度昨日の安値を目指して下落してくるとは思いますが、今1時間下もしかして上抜けするかもというような雰囲気も出てきてますので、ちょっと方向感がなくて分かりにくいとは思ってます。もし4時間足単位での下落を狙うのであれば、ストキャスティクスが高値圏に来るのは待ちたいですね。この過去の高値圏からのデッドクロスがありますので、おそらくこの高値圏に入ってくるところでは比較的大きな下落が起こると思います。その下落でこの切り上げラインを抜いていけるのかというところですが、1時間足単位で上昇しそうな風にも見えますので、もしかしたらこの4時間足のストキャスティクスが高値圏に来る頃には、この昨日、一昨日の高値ですね、162.3 付近、この辺を上抜ける可能性もありますので、その辺は注意が必要ですね。ただ、一昨日のこの高値のヒゲ先の 162.3 付近っていうのは意識されてくると思いますので、その辺では、今度はここでのレンジ上限ですね。を想定しての戻り売りっていうのもありだと思ってますので、今はこの昨日の安値、そして一昨日の高値というところでのレンジになる可能性も考えておきたいですね。ただ現在は GMMA に上値を抑えられる可能性もありますので、ここからの下落ということも考えられますので、大きくは昨日の安値から一昨日の高値までの間でのレンジなんですけれども、今はその真ん中付近にあるっていうことで分かりにくくはなってきてます。今は基本的にかなり乱高下しているのが分かりますので、中途
半端なところでトレードすると含み損をいつまでも抱えることになりますので、その辺は注意ですね。できれば先ほど言ったように、一昨日の高値、そして昨日の安値というところでのレンジを想定したトレードをしていくのがいいのかなと。高値付近でのショート、安値付近でのロングっていうのがいいと思ってますけれども、そこまで戻してこない可能性もありますし、今のところじりじりと下げてきてますので、もし本日安値を更新するような動きをするのであれば、この赤の切り上げラインっていうのを下抜ける可能性もありますので、そこは注意です。では1時間足です。1時間足はこの黄色のラインを引いていたんですが、この上限が今崩れてきているのがわかりますね。そしてこのジグザグと下げてきていまして、一昨日に安値をつけてから昨日はその安値の更新ができなくなってきてます。今までずっと徐々にではありましたが、安値を更新してきていたのが安値の更新ができなくなって安値を切り上げてるんですね。だからといって今高値を切り上げているわけではないので、ここから上昇していくかどうかっていうのはまだ今の段階では疑わしいんですが、ただこの GMMA が今ずっと下向きだったのが少し横向きになって、そしてその上にローソク足が乗せてきているっていうのが少し気になります。過去にもこの GMMA の上にローソク足が乗せてきてたことは何度もあるんですが、今ここでもし GMMA にサポートされれば、この白のボックス上限ぐらいまでは来る可能性がありますね。このボックスの設定なんですが、ここ一応今のところこの下落に対する最安値がここですね。昨日、一昨日の安値です。その一昨日の安値のその戻り高値となると、こういう下落ですので、戻り高値がね、分かりにくいんですが、この辺かこの辺かこの辺かというところで、一旦明確な高値っていうのがここなのかなと思ったので、162.5 付近をこの下落に対する戻り高値という風に考えて、このボックスを描いてます。なので、このボックスの上限、162.5 付近では戻り売りが入りやすいでしょうし、昨日の安値付近、160.8 付近では押し目買いが入っていやすい。そんなレンジの中にあると考えてます。ただその中で GMMA が今横向きから上向きに変わりそうというところで、ちょっとそこが今のところ分かりにくいんですけれども、ここで上がってくるのかどうかというところですね。ただ4時間足の GMMA がここのすぐ上に来ているということ、あと日足の GMMA がこの辺に来ているということで、もしここで1時間足の GMMA にサポートされて上昇しても上値は重くなってくると考えますので、そこから上を狙っていくというよりは、もし上がってくればこのボックス上限もしくはこのヒゲ先ですね、162.3 付近、これが4時間足で言っていた上髭の陰線の先端ですね、その辺付近になりますので、162.3 から5の間に来たところっていうのは戻り売りが仕掛けられやすくなってくると思います。ですのでこの辺に来たところで買い足5分とか15分足でダブルトップとか3損とかそういうのができてくると、そこからのエントリーをしていきやすいんじゃないかとは考えてます。そして逆に下げてきた場合ですね、昨日の安値っていうのは一昨日の安値よりわずかではありますが切り上げてきてますので、ここからのトレンド転換ということも考えられますので、昨日の安値付近まで下がってきたところではまた押し目買いっていうのをしていく。つまりこのボックスの中でのトレードなんですが、安値付近での買い、高値付近での売りというところですね。で、基本的にこのボックスを抜けたらそれについていくのがいいんですが、この上抜けた時はちょっと上値は重くなるので、あまりついていかない方がいいと思ってます。そして下抜けた時もここには切り上げラインがありますので、ここを明確にズドンと大きく下抜けた時はその戻しを待ってからのエントリーっていうのはやっていってもいいと思いますが、下抜けても例えば1時間足が確定するまでに下髭になって戻されるということも考えられますので、下抜けた勢いに乗っていくのは危険です。なので一旦下抜けて確定してその戻しを待って、その戻しがじりじりと戻るようでしたらそこからの戻り売り。ただ大きく下抜けても今度強く逆に上げてきた場合っていうのは、そこからの大きな上昇になる可能性がありますので、その辺は注意が必要ですね。そして今ここなんですけれども、スパイクのような形になってるんですね。結構前から言ってますし、ブログにも書いてるんですが、ここです。この下落。この髭先からの下落。で、この強い上昇ですね。急落急騰っていうこの動きをスパイクと呼ぶんですが、その急落したこの支点、この部分を、この急騰した時に上に抜けられなければ、ここからの下落になる可能性が高いんですね。今のところ何とも言えないんですが、この急落に対してこの急騰のこの上昇ですね。このローソク足の実態が、この急落の視点になっているこのポイント 161.8 付近っていうのを実態で超えられてきてませんので、その場合は1回下げて上げる。で、この髭先を超えてこれなかった。で、一旦押しをつけてもう一度上げるんですね。で、もう一度上げるんですが、この髭先を超えられない場合はそこからの下落になっていきます。ただ今回のようにこれ、1回、2回目の上昇が
下落しきれない時、ここでのアセンディングトライアングルみたいな、ここ今そうなりかけてるんですが、今安値を少しずつ切り上げてきているという、こういうアセンディングトライアングルを描いた場合は上抜ける可能性もありますので、そこは注意ですね。ただエントリーポイントとしては、この髭先を背にエントリーしていく。一回上昇して一旦の浅い戻しを待って、そこからの再上昇で、その再上昇がこの髭先付近に来たところでのエントリーで、損切りはこの髭先すぐ上ぐらいに置いとくんですね。そうしとくと逆行して上昇した場合はもうそこですぐ損切りにかかるので、損切りまでの距離がかなり短くなります。で、こういうスパイクで実体がこの髭先を超えてこれていない場合っていうのは下落する可能性が高くなりますので、そういう仮説のもと、この髭先 161.8 付近を背に、ここからですね、この2回目の上昇からショートエントリーしていくっていうのがやりやすくなってきます。現在は4時間足の GMMA もここに載ってますので、エントリーポイントとしてはすごくいいと思うんですね。ただ、先ほども言いましたように、この辺付近、高値圏に張り付いた場合はそこから上抜ける可能性もありますので、その辺は注意が必要です。というところで今日は短くトレードするのでしたら 161.8 付近を背にショートエントリー。で、ここを超えてくると、ここから押し目買いで買っていっていいのかっていうと、そういうわけではないと思ってます。先ほども言いましたが、この上にはすぐ4時間足の GMMA と日足の GMMA がありますので、かなり上値は重いと思いますので、ここを仮に超えてきても騙しで下落するっていうことも考えられます。こういう動きですよね。なので、上昇についていくのは怖いなと思いますので、もしロングで戦いたいのであれば、昨日安値ぐらいまで下がってきたところでのロングエントリーがいいと思ってます。本日も乱高下が予想されますので、あまりトレード向きだとは思いませんが、5分足とかでトレードするには十分トレードはできると思うんですね。ただ、個人的にはちょっと向かないなとは思ってるんですが、そういう戦い方もありますので、その辺も参考にしていただければと思ってます。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。